飲食店さんのお客様の注文はオリジナルで作ることが多くなりましたので、お寿司のサンプルが多いですかね。海外の飲食店さんが来店されて、はい。食品サンプルを作ってくださいみたいなはい。お話もあると思うんですはい。けれども、トシジャパンチャンネル。それでは本日はかっぱ橋の佐藤さんにお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたはい。します。よろしくお願いいたします。まず最初に佐藤さんのお仕事について教はい。えていただけますか？はい。主に業務用飲食店向けの食品サンプルを作っているメーカーです。会社の歴史について教はい。えていただけますでしょうか？はい。大正14年ですね。その頃に新橋で創業したというふうに聞いております。大正14年というはい。のも100年。最初に作られたおじいさんということですか？はい。もともと軸は理科室にこう飾ってある、いわゆる人間の人体模型ですか。そういったものを作ってたらしいんです。暗い理科室に置はい。いてあったら怖いという例のはい、怖いですね。人体模型をはい。もともとは作っていらっしゃった。たまたまですね、うなぎ屋さんで友人とお話をしてるときに、人間の肝臓が作れるんだったら、じゃあ焼き鳥のレバーとか作れますよねなんて話をしてたらしいんです。で、うなぎ屋さんのご主人が、じゃあうちのうなぎのかば焼きを作ってみてくれないかっていうお話があって、それから始まったというふうに聞いてました。7回持ってってやっと OK 出たらしいんですよ。で、ただその頃はその粋な職人さんがいらっしゃって、持っていくたびに、ちゃんと本物を食べて覚えろよって言われて、ただでうなぎのかば焼きご馳走してくれたそうです。今作られているはい。食品サンプルで、はい。一番多いのはどういうそう料理がですね。多いですか？それぞれのお店に合わせて一つ一つ作るっていうふうな、工程になってます。で、それでもやっぱり、得意としている分野っていうのは、中華料理ですとか、あとお寿司のサンプルが多いですかね。お客様は東京中心でいらっしゃるんでしょうか？もともと結構地方からのお客様も多い商店街ですので、それこそもう日本全国からいらっしゃってます。最近はかっぱ橋は海外のお客様もたくさんいらっしゃってるんですけれども、お客さんは国内に限られていらっしゃいますか？海外からのご注文も時々いただいてます。これ食品サンプルというのは、実は本物の料理を持ってきていただいて、部品ごとにシリコンで型を取って、そのシリコン型の中に樹脂を流して、オーブンに入れて焼いて、また部品を組み立てて作るという工程が主なんですが、海外のお客様が日本に入ってくるときに本物を持ってこれないという方が多いので、なかなか海外からのご注文が制約することが少ないんですね。そうしますと、作り方としては、写真から作るというよりは、実際の食べ物、料理があった方が作れる。そうですね。逆に言うと、写真からだけだと作れないという言い方もできますか？クオリティがだいぶ落ちてしまうので、それと、どうしても本物が目の前にあると、職人さんとしても作りやすいです。それこそまさに完成図がここにあるということなので。逆に写真だけになってくると、今度は職人さんのニュアンスがどうしても含まれてしまうので、最終的に納品に至った際に、ここがちょっと違うんだけどっていうトラブルが起きることも少なくないんですよ。既存のものを店頭に並べて買っていただくというよりは、それぞれの店舗に合わせたオーダーメイドで作っていらっしゃるのが基本でいらっしゃるんですね。特にコロナが明けてからですか、飲食店さんのご注文が、集中してくるようになってくれたので、特に今飲食店さんのご注文というとオーダーが多いんですね。これは昭和の頃のグルメブームあたりからの流れなんですけども、当時は既製品のサンプルでラーメンを100台200台作っていて、それをそれぞれの中華料理屋さんが飾っているけども、それに対して中身と本物が違うじゃないかってクレームをつける方って少なかったんですね。で、大体あたりからグルメブームが始まってきて、その頃から、サンプルと本物が違うっていうクレームをつける方が増えてしまったので、飲食店さんもそれに対応するために、食品サンプルは別注で作りたいっていうお客様が増えたっていうふうに聞いてます。先ほどシリコンで作られるっていうお話を聞きましたが、型取りをシリコンでするということですか？そうですね。一部の商品はシリコンをそのまま使って、例えばソフトクリームですか。あとは生クリームとかシリコンを使って作ることもあるんですが、ほぼシリコンは型取り用のシリコンというのがありまして、そちらに本物を沈めて、シリコンが乾いたら本物を剥がして、いわゆるそのシリコン型というのを作る。
その中に先ほど言いました塩化ビニールという樹脂を流してオーブンに入れて焼いて作るという感じですね。今では塩化ビニールというのが素材といいますか、材料なんですか。はい。耐久性は圧倒的に高くなってますし、記憶ですと、ろうで作るみたいな。昭和の40年代ぐらいっていうふうに話聞いてましたね。うちでもその頃はろうと塩ビを並行して使ってたらしいんですよ。でただ日に当たるところに置いとく商品なので、もうそもそもろうで作るってこと自体がナンセンスになっちゃってますしね。日に当たると何か、例えばろうですと溶けたりしますし、あとは当時よく聞いていたのが、ネズミにかじられたとかって話もあったり。ネズミがろうを食べるんですか？はい。あと意外と飲食店さんのショーケースってもう飾ったら飾りっぱなしのことが多いんですよ。で当時隙間が多い、ショーケースも多かったので、どんどんサンプルにホコリが吸い寄せられてしまって、でその状態でろうにホコリがくっついて、ろうが気温で溶けて、また夜に固まるとホコリをコーティングして固まっちゃう。そこに今度は日が当たってくると、ホコリが焦げて、で天ぷらのサンプルが焦げたように見えちゃう。黒くなる。真っ黒のサンプルを飾っているような古いお店ございますよね。あれはろうなんでしょうかね。ほぼろうだと思います。そうなんですね。じゃあ今はもうろうで食品サンプルを作るということはないんですか？そうですね。一部のサンプルメーカーさんが制作体験でやってらっしゃるぐらいだと思います。一般の方が触ったり体験される場合は、先ほどお話ししましたように高温のオーブンに入れて焼いたりするとか、あとは着色に揮発剤を使ったりするんです。いわゆるシンナー系の塗料を使ったりするので、そうすると喉を悪くされたりとか、あとは火傷したりするとかっていうこともありますので、そうしますとテレビとかの撮影はやはりろうで作るところが前に出てくることが多いでしょうね。じゃあテレビの撮影とかでよく見るレタスを作るとかありますよね。あれはろうで作ってるんですか？そうですね。これも一部のサンプルメーカーさんはろうで作ってらっしゃいます。海外の飲食店さんが来店されて、食品サンプルを作ってくださいみたいなお話もあると思うんですけれども、例えばどういう料理とか、どういうお国の方がいらっしゃいますか？そうですね。以前は、マチュピチュからいらっしゃったって方が、ちょっと変わった方とペルーですね。ペルーの遺跡の前のところでレストランされていて、そこの、ピンチョスかな、小さいスティックに刺した、料理を作りたいっていう話をいただいて、でその方は初め写真を送ってきていただいたんですけれども、写真ではちょっとこの材料うちにないので作れないよ。でそしたら直接日本にいらっしゃって、で食材を全部自分で集めてきて、料理された方いらっしゃいましたね。それは面白いですね。あとはドイツのハノーファー、これ博物館さんなんですけども、日本酒とドイツ料理のマリアージュという企画と展示会をやられていて、そのドイツ料理のサンプルを作ってほしいっていうようなお話がありました。たまたまその博物館の方はデザイナーさんがいらっしゃったので、ドイツでその方に型取りをさせて、そのシリコン型を日本に送ってくる。写真のデータはありますし、あとはその型の中にその色の樹脂を流して焼き固めるだけでしたので、そういった場合はすごく作りやすかったですね。そうしますと、佐藤さんのところで作られたサンプルがドイツの博物館でまだ展示されているかもしれない。そうですね。すごいですね。これまで何か依頼されて作られた食品サンプルで、とても難しかったという記憶のものとかございますでしょうか？そうですね。実際に別注で作る場合は、皆さんほとんどハードルが高くて、正直結構困りながら作ってます。色についてはいかがでございますか？色については、例えばカラーチャートを用意して、で最終的にこの色で作ってくださいよっていうのを職人さんに伝えるようにしています。お子様の頃というのは、もうすでにご実家で、食品サンプルのお店をされていたメーカーさんだったということですね。そうですね。製造部が実家の1階にありまして、でそちらで職人が、当時はろうから塩ビに変わる過渡期だったので、まだ僕らもろうで作ってる印象は多いですね。見て育ったということですね。時々手伝わされたこともありました。どのようなお手伝いをされましたか？ご飯粒を型を取る
本物のご飯粒を、タッパーに等間隔に並べろって言われるんですね。年子の弟がいたんですけども、彼と2人でこう競わせるんですよ。でどちらがこう丁寧に並べられたかなっていうのをやって、でそれでこう綺麗に並べ合った後で、職人さんが今度は、当時は寒天で型を取ってましたので、静かに寒天をタッパーに流して、それをこうひっくり返して、今度はご飯粒を一粒一粒こうほじくっていくんです。で最後に、その型の中に職人さんがろうをこう一滴一滴スポイトでこう垂らしていく。でそれが固まったら、今度は職人さんがその一粒一粒のお米をこう磨くってことをやってました。今お話しいただきましたけど、お米のその食品サンプル作るのに、はい、やはり本物の、ご飯粒を元にして作っていくということなんですね。そうですね。まあお客様によって作り方は変えているんですが、ご希望によっては、例えばお寿司の握りも、型で取ったご飯よりも、ちゃんと一粒一粒のお米の方が欲しいって方も結構いらっしゃるので、そういう方向けにはご飯粒一粒ずつからこう作ったりしますし。成長されて何か興味を持たれたことなどございますか？そうですね。結構遊んでるタイプの学生でしたので、例えば大学の頃なんかはスノーボードをやったり、あとは写真の同好会に高校の時に入っていて、で同時に山岳部もやってたんですね。まあ今も山はストップしてしまったんですけども、写真の方は時々グループでこう展覧会出たりとか、そんなこともやってます。じゃあ今ご趣味は写真撮影がご趣味、そうですね。写真と、あとはこう造形とかもやったりしますかね。造形ですか？はい。詳しく少し教えていただけますか？はい。趣味と言いながらこう仕事に絡んじゃうんですけども、例えばなんですけども、そこのおまんじゅうなんかそうなんですけども、これもう実物がないんだけど、写真がこう残っていて、仮面ライダー大好きなお父さんがいらっしゃって、その方が自分の息子に昔こんなものがあったんだよっていうふうに写真を見せて、ちょっと立体になったものが欲しいよねって話になった時に、まあもうご依頼いただいて、ちょっとアンテナの角度が違うよねとか、そういったものを少しずつ修正しながら作りました。これ佐藤さん作られたんですか？はい、そうです。これ実際こういうおまんじゅう売っていたんですか？売っていたらしいですね。一応こう記録は残ってるんですけども、もう現物を売ってる場所がなかったらしくて。そういうご要望もあればできるということですけど、かなり今、コロナの後にお忙しくなってきたって聞いたんですけど、どういう状況でいらっしゃるんですか？そうですね。ちょうどその2年半飲食店さんからの注文がストップしてしまったのが、コロナが明けて一斉にこう入ってきてくれた感じなんですね。で、ただまあ、職人さんの数も少ないですし、別注の注文を主に受けてきて、なるべくこう既製品を後回しにするようにはしてきたんですけども、それでもかなり今お待ちいただいてまして。じゃあ今注文しますとどれぐらい待たなければいけないんですか？はい。昨日の段階で6ヶ月待ちぐらいになってます。かなりお忙しい状況でいらっしゃいますね。そうですね。飲食店さんのお客様の注文はオリジナルで作ることが多くなりましたので、そういう意味でも一人のご注文を作ると、もうまた今度は新しく別の注文を作るような流れになってますので、塗料とかも全部そこのお客様に合わせて一から揃え直してとか、そんなことやったりしてるそうです。ありました。はい。今海外のお客様かっぱ橋とても増えてますけれども、どのようなものを海外のお客様購入されていかれますか？はい。主に既製品のサンプルが多いんですが、やはり和食が多くて、お寿司ですとか天ぷらですとか、ただちょっと変わってるなと思ったのが、日本で食べたものが、サンプルとして欲しいとおっしゃる方がいらっしゃって、例えばカツカレーですとか、あとはスパゲティのナポリタンですとか、海外にない料理、それもまあ日本の料理が美味しかったんで買ってってくれるっていうような流れなんですけども、食品サンプルの体験というんですか、そういうこともなされていらっしゃるんですか？もう10年前から企画はあったんですけれど、今年になって制作体験ができるようになりましたので、これから先の佐藤さんの何か計画とか、夢とか、そういうのございますか？そうですね。もともと飲食店向けの商売でしたので、それともう一つ結構僕らも飲食店さんに食べに行くの好きなんですね。ただ地元の町中華さんとか、それこそ町洋食さんとか和食さんとか、そういったところが結構廃業されてることが多くて、去年もですが、
飲食店さんの開業が過去最高になったとかってニュースにもなってます。で、そこをなんとかちょっと食い止めたいなと思っていて、できれば飲食店さんの、ショーケースに置いていただいて、集客を促すようなサンプルをこれからも作っていきたいなと思ってます。業界の発展のために食品サンプル貢献されるという目的でございますね。貢献というかもう、どちらかというと、自分が食べたい中華料理屋さんがなくなっちゃうのが寂しいなとかって、そういう感覚なんですね。個人的には何か目標とか夢とかございますか？そうですね。なるべくなんでしょう、お客さんの注文も、職人さんとか、あとはうちの、かみさんが専務やってくれるんですけども、そちらの意見も踏まえつつ、進んできたサンプル屋なんですね。そういった意味もあるんで、将来的にはみんなで、海外の先ほどお客さんのところに行ったりとか、あとは日本でも温泉回ったりとか、そんな感じで将来ちょっとのんびり暮らしたいなっていうところも、目標としてはあったりします。わかりました。今日はどうもお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。コメント、いいね、チャンネル登録お願いします。Thank you for watching. Please like and comment on the video and subscribe to my channel. See you next time.